はいさい、沖縄深瀬釣り学校へようこそ。ミスター R です。今日は釣り人と魚の接点、針の選び方について解説をしていきます。釣り具屋に行くとたくさんの種類の針があります。特に最初のうちは何を買っていいかわからないと思います。ただ、針選びは非常に重要で、針を変えた途端に食ってくるというのはよくあることです。それではどういう時にどんな種類の針を使えばいいのでしょうか。ということで今日は針の特徴や状況に応じた使い分けについて私なりの選び方を解説していきます。今日の動画を見ればその時々の状況に合った針の選び方ができるようになると思います。今日も項目ごとに分けて解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。1、大きさ。2、眠り。3、重さ。4、色。1、大きさ。針の大きさは号数で表されていて、号数が大きくなればなるほど針も大きくなっていきます。たくさんの種類があって一通り揃えたくなるかと思いますが、個人的にはグレ針であれば2号と3号だとほとんど大きさも重さも変わりません。針にもよりますが、2号と3号の重さの差は 0.005g ほどで、これは一番軽いガン玉の10分の1以下の差しかないことになります。もし違いがあったとしても、釣り人がそれを体感することは非常に難しいと思っています。そのため、グレ針の2号と3号であれば、持っておくのはどちらかでいいかなと感じています。例えば3種類持っておくなら、3号、5号、7号というように、一つ飛ばしで購入するのもいいと思います。ただ7号と8号を比べると、大きさも重さも少しずつ違いが出て、杭に影響することがあると感じるので、これくらいの号数なら、8号から7号へ針を小さくするなど、連続した号数を使い分けることもあります。一つ注意としては、同じ1号という号数の針でも、チヌ針とグレ針のサイズは全然違いますし、グレ針の1号といっても、明確な基準があるわけではなく、メーカーなどによってもサイズが変わってくるので、あくまで大まかな目安としていただけたらと思います。狙う魚のサイズにもよりますが、40センチクラスを目標に深瀬釣りを始める方が、1つ買うならグレ針5号、いくつか種類を持つなら3号と7号くらいを追加するのがおすすめです。2、眠り。眠りとは針先が内側に向かって曲がっている状態のことです。具体例を挙げるとこういった針です。針先が内側を向いているため、魚が餌を飲み込んでも口の中で針がかかりづらく、口元で針がかかりやすい構造になっています。針というのは飲み込まれると魚の歯などに針巣が当たって切られやすくなるので、口元に針がかかるというのは大きなメリットになります。針があった位置から数センチ以内で切れて帰ってきた場合は、針が飲まれて切れた可能性が高いです。自分の使っている針巣の長さをきっちり覚えておけば、切られた部分の長さで飲まれ切れだと予想することができ、こういった眠り針を使うという対処法もあるので参考にしていただけたらと思います。また眠り針は針先が内側を向いているため、根がかりしにくいという特徴もあるので、そこ狙いで根がかりが多いポイントなどでもこういった針を使うこともあります。ただこういう形状の針は早合わせをするときにはあまり向いていないのでご注意ください。ちなみに早合わせをするときに有効なのは、この軸と呼ばれる部分と針先、こちらが平行になったタイプの針になります。こういった眠りの入ったタイプの針は構造上小さな針だと口元へのかかりが悪くなるため市販されていないので、食いしぶった時などに餌を小粒にしたい時などにはあまり向かない針になるので、メリットだけじゃなくデメリットを把握して使いどころを知っておけば強力な武器になると思います。ちなみに針の結んでいた位置よりも10センチくらいの位置がガサガサになって切られている場合、こういった場合は魚のエラ部分、こういった部分に触れて切れている可能性があります。こういう切られ方を防ぐには、やり取りの時に魚の進行方向から引っ張ってあげることで、魚の
エラや尾びれ、こういった場所への接触を減らすことができます。ただ、魚が急な切り返しなどをした場合など、釣り人では避けられないこともあります。こういった場合は、一瞬ラインのテンションを抜いて入りすぎ例を防ぎます。3、重さ。針の重さも魚が食うかどうかを分ける重要な要因になってきます。その重さによって巻き餌の上に刺し餌があるのか、ど真ん中にあるのか、下にあるのかなどが変わってきます。また、魚からすると針がついている餌は周りの餌よりも重いために早く落ちていき、違和感を感じて食わなくなったりすることもあります。そのため、なるべくゆっくり落としたいなら軽い針を使います。また、沖縄ではアバサーという種類が多いフグなどの餌取りは、早く落ちていく餌に興味を示す習性があるので、フグを避けたい時にも、なるべくゆっくり落とすことは餌取り対策でも有効になります。ただ、軽い仕掛けは重い仕掛けと比べると強度が劣ってしまい、伸ばされやすいという特徴があります。狙う魚のサイズやかける位置が浅いのか深いのか、それによって変えていけばいいと思います。私は基本的に水深のあるポイントで比較的浅い位置で狙うときは、針を軽くして細軸で狙ったりします。こういった状況では、魚が大きくて針が弱くても、魚がそこに走るまでに少しずつブレーキをかけることができるので、こういった針の選び方をします。私がよく使うかかりすぎ口太という針なら、火の強い深瀬対象魚でもうまくいけば50センチくらいを釣り上げることができるので、針選びの参考にしていただけたらと思います。また、軽い針は魚が餌を捕食するときに吸い込みやすいという特徴もあります。特に魚が蒔絵に入ってきているけど付け餌に触らない場合や、付け餌を食べてもすぐに吐き出す場合など、食いしぶっていると感じるときなどは針を軽くすることが有効です。4、色。針の色についても重要な選択になります。まず、集魚効果が高いと言われているのが金色の針です。これは皆さんが道を歩いている時をイメージしてみてください。キラキラと光るものが落ちていれば気づきやすいのと同じ感覚でいいと思います。単純にここに何かあるぞと魚に気づかせる力が強いのが金針の特徴です。これは逆に言えば餌取りにも気づかれやすかったり、近づいてきた本命魚には警戒されることもあるので、それを分かった上で使い分けができるといいと思います。私は深瀬釣りではあまり金針を使用しませんが、決まって使うパターンがあります。それは魚が食いしぶっている状況で、当たってくる魚が大きく、そして棚が深く、練り餌を使う時です。こういう状況では針に強度が求められています。そのため、ほとんど曲げられたことがないこの金色のグレ針を使います。これまでにいろんな針を使ってきましたが、この針は非常に強度があります。練り餌を使うときは、針を包み込んで狙うので、金色を使っていても杭に影響しないと考えているため、この強度の強い金針を使用します。茶色系の針。私の経験上、茶系の針は魚に警戒されにくいように感じます。さらに色がついていない黒系の針もありますが、水中では明暗がはっきりするためか、茶系の方が魚に気づかれにくく、警戒されにくいと感じます。これは研究データではなくて、あくまでも個人的な感覚なので、これに関しては使う釣り場であったり、狙うターゲットによって変わってくると思うので、変化を確認しながら試してみるといいと思います。次に、同化色です。オキアミと似ているピンク色など、使う餌と同じような色を使うことで、魚に警戒心を与えないようにする戦略の一つになります。金色で光っているよりは、魚も警戒しにくく、食いが良くなると思います。針の色について大まかにまとめると、魚に対して目立たせたいのか、逆に警戒心をなくして狙いたいのかによって使い分けるといいと思います。最後に重要なのが、針は爪に立ててかからなくなったら交換のタイミングです。タマン針など大きな針は最初から爪にかからないので、あくまでも深瀬釣りでよく使うようなサイズの針の目安としていただけたらと思います。特にチェックが必要なのが、魚がヒットしたけど針外れした場合と根がかりが外れた時です。魚がヒットしたけど針が外れた時というのは、魚の歯であったり硬い部分に針先がかかった可能性があります。そのため針先がしっかりと食い込まずに針外れになったかもしれません。こういう時はこの針先が鈍くなっている可能性があるので、
忘れずにチェックするといいと思います。また、根がかりなどをしたけど、なんとか外れたという場合、こういった時も岩などに針がかかっていた可能性があるので、針先が鈍くなっている可能性があります。針先が鈍くなっている状態で魚をヒットさせた場合は、うまく針が刺さらずに針外れが起こりやすくなります。ここで大切なのは、これを知っていたかではなく、こういう状況で徹底してチェックするかどうかだと思います。せっかくかけた魚を逃がさないためにも、私はこういう細かなチェックの積み重ねは非常に大切にしています。また、針のパッケージの裏側には、適合針数というものが書かれているものがあります。この針ならこれくらいの針数を使ってくださいという目安になります。適合針数よりも太い針数を使ったらどうなるかというと、針を結んだ時にしっかりと締め込めないため、魚がかかった時に針がすっぽ抜けてしまったり、針が強度に耐えきれずに曲がってしまったりするので注意が必要です。ただ状況によっては、小粒の餌ばかりに大型魚が拾っている時、針は小さくしたいけど、針数を太くしたいという時があります。こういった時は、缶付き針を使用することによって、針の結び目のすっぽ抜けが減りますので、ぜひ引き出しの一つにしていただけたら嬉しいです。今日は私なりの針の選び方について解説をしました。今日の動画を見て何か一つでも新しい発見や学びがあれば嬉しいです。私の動画では他にも初心者の方でもわかりやすいように様々な釣りの解説動画を出しています。これからも動画を出していきますので、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご不明な点は何でもお気軽にコメントお待ちしています。今日もご視聴いただきありがとうございました。